さて、物事には必ず裏と表がありますよね。で、今情報社会と言われていますから、この裏と表はごちゃ混ぜに混ざっているような世界と言ってもおかしくはないかもしれません。このごちゃ混ぜに混ざっている世界の中で、一つ一つをしっかり確認していくっていうことが大事なのかもしれませんね。ただしその確認した先に出した答えがですね、あなたにとって都合の悪い答えでも受け入れるしかないのです。はいどうも、キユです。今日はですね、私が探偵になってから驚いたこと3つっていうのをご紹介しようかなと思います。ベスト3ですね。他にも3個以上ずいぶんあるんですけど、これが目立って驚いたなというベスト3ですね、ご紹介したいと思います。で、オープニングでやったマジックもそうなんですけど、やっぱり表側から見て想像してたものと、やっぱりその世界に入り込んで裏側から見たものっていうのはやっぱり全然違ってくるので、もしこれから探偵になりたいと思った人とか、依頼するかもしれないと思ってる人はちょっと見てくれるとありがたいですね。で、面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。でですね、じゃあまず3位。浮気調査の料金に驚いた。めちゃくちゃ高いんですよね。例えば、1日、そうですね、旦那さんが家を出て会社に通勤すると。で、会社に通勤している間の時間は、中断して、退勤時間からですね、また再開したとして、終電ぐらいまでやって、で、浮気の証拠を取って、浮気相手の家まで尾行して、相手の家を突き止めるっていうと、大体7、8時間ぐらいかかるんですけど、大体これでね、世の中の相場っていうと大体30万ぐらいするんですね。まずこれに驚きましたね。めちゃくちゃ高いって。僕、見習いの頃日給8000円だったので、30万円の調査に8000円の男がついてっていいのかと。で、僕もその調査員としてその料金の中に含まれてるんで、なんとなくちょっと気まずかったのもあるんですけど、中に入ってみたらなんで30万ぐらいするのかっていうのはちょっと分かってきましたね。まず、探偵って多分看板出してれば仕事が来るような感じではないので、宣伝広告をバチバチ打つんですよね。それが月大手さんだと何千万。僕一番最高で聞いたのだと8000万円一月にかけたっていう探偵社さんありましたね。それなので、料金はその宣伝広告費は依頼者様からもらわなきゃいけないので、ちょっと高くなってくるっていう感じですね。あとは調査員の水増しって言い方おかしいんですけど、浮気調査って大体9割方2人ぐらいいれば大丈夫なんですよね。稀にも出入り口が3箇所あって、その3箇所とも対象者が使う可能性があるっていう場合はいきなり3人必要になってくる場合もあるんですけども、ほとんどの場合は2人でよくて、でその2人でいいんだけど3人いれば安心という探偵社都合でこうやって料金のかさ増しが行われるんですよね。だから1日30万とかになってしまうことがあるんですよ。大体ですね、安くても10万円はいきますね。10万円ぐらいでのところは良心的だと思いますんで、そういうところに出会ったらぜひ迷わずにですね、ご契約したらいいなと思います。ちなみにうちもそうなんですけど、 YouTube ではこの番組自体はですね、僕が事務所から許可は取ってるんですけど、事務所の名前はあんまり出さないようにやりたいなと思ってるんで、気になる方は概要欄にメール相談とかできるようにしときますんで、概要欄から。それで依頼をするというふうになったら、事務所名とちゃんと僕が会いに行きますんで、よろしくお願いします。で、2つ目。女性の浮気が非常に多い。うちの事務所だけで言うと55ですね。男性と女性。専業主婦の浮気が今やたらと多くてですね、旦那さんが仕事してる間に旦那さんのおかげで浮気相手に物をご馳走したり買ってあげたりとかしちゃってる現場とか見るとちょっと心苦しいんですけどね。で、女性って昔は要は出会いがなかったから浮気しなかったんだなという結論ですね。今はもうスマホ一つで誰でも出会える時代になったので、男女漏れなく浮気するような時代って感じですかね。
そもそもだから今男は浮気するっていうなんか巷で言われているその格言みたいなのあるじゃないですか。僕から言わせると人間は浮気する、大体する、しないようにするにやっぱね心を鍛える必要があるんですね。大体は誘惑に負けますから、浮気しちゃうのはしょうがないですね。で第1、浮気がバレたやつが被害者側に謝らない。これね、僕の担当した案件だけで言うと大体8割ぐらいは謝んない。もしくは謝ったとしてもその被害者側が納得できるような誠意を見せた謝罪ではないとなるとやっぱり8割ぐらいになっちゃうんですよね。昔僕が想像してたのは、浮気するとまずバレたら即土下座で1年間ぐらいは肩身の狭い思いして、家事育児とか家族サービスをすんごい頑張ってやっと1年ぐらいでちょっと許してもらえるのかなというかなり地獄の生活を送るイメージだったんですけども、もう全然開き直って謝らない。このことについては別の動画ですごく解説したいと思いますんで、今日は単純に3つ。料金が高かったことに驚いた、女性の浮気率に驚いた、3つ目、下側が謝罪をしないことに驚いたでした。どうもありがとうございました。ではまた。